こんにちは、カズマです。1月21日火曜日、時刻は昼の2時を回りました。今日もあったかいですね。昨日よりもあったかい気がする。で、今週の天気予報は確か週末の土曜日まで最高気温が8度か9度っていう風にはなっていたんで、今週は例年と比べて少し暖かい気がしますね。今日はそんなに風も強くないですし、これだったら動画撮影するにはうってつけの天気なんじゃないんでしょうか。で、今回なんですけれども、普段僕がよく使っているワイヤレスマイクなんですが、そのワイヤレスマイクを持ってくるのを忘れちゃいまして、それでこういう形式で動画を撮ってるんですよ。動画に関しては一眼カメラで撮ってるんですが、音声は iPhone の標準アプリで音声を録音しています。多分今日みたいな天気だったらそんなに風も強くないですし、風切り音とかそういうものもなく、これだったら多少なりともクリアに聞こえるんじゃないかなと思って、それで、今回はこの形式で動画を回しています。今日話す内容なんですけれども、 SNS のアプリを消した、こういったテーマで話したいと思います。これはあくまでも僕個人の見解に基づいた内容となりますんで、その辺は話半分でそういう意見もあるんだなとか、そういう感じで話半分で見ていただけると幸いです。ラジオ感覚でお聞きください。結論から申し上げると、もう SNS のアプリを画面上に入れる必要がなくなった。もう外出先にいてもツイッターとかインスタグラムであったり、あとはフェイスブックやその他に僕 YouTube のアプリも画面上から消したんですよ。もう外で動画を見る必要もないし、あとはさっき言ったようにその SNS のなんていうのかな、タイムラインって言えばいいんですかね。もうそれを眺める必要がなくなったこと、空いた時間を利用してつい無意識のうちに眺めてしまう、そういった機会が増えてしまうことだったり、つい立ち止まって携帯を眺める癖がついてしまうじゃないですか。それがすごく煩わしいというか、無意識のうちにストレスになってたんですよね。だから他人のその投稿であったり、自分以外の誰かが何かしたみたいな感じのそういう情報って基本的に知る必要はないと思ってますし、本来だったら見る必要はないんですよね。なんだかそういうものを見る時間がすごくもったいないなと思って、それで、携帯の画面上から SNS のアプリを消しました、っていう感じですね。で、あとはですね、その携帯のアプリをできるだけ少なくすること、もう必要最小限にまとめることによって視界に入る情報量が大幅に減るわけですよ。これは前回の動画でも話したかと思うんですが、一部重複するかもしれないけれど、初めて見る方にも伝えたいですし、あとはリマインドも兼ねて、こういう形式で今回話す内容についてシェアしています。そんなところですかね。本当だったら別にそんな外出先で必要以上にその SNS の他に四六時中ずっと画面を見続けること、インターネットに依存しすぎるのって俺ちょっと危険じゃないかなと思ってて、もちろん便利なのは分かりますし、何か必要な情報をその場で入手できる、その時の状況に合わせて調べたいものを調べることができる、それは確かにすごく便利ですし、このスマートフォンであったりそのインターネットにおけるそのサービスや技術が発展したことによって、今の私たちのその生活環境であったり、そういうものがもう大幅に変わったわけですので、いずれにせよ10年前と今ではもう大きく異なるわけですよ。だって僕が小学校時代、また中学校に通っていた時代でもスマートフォンはなかったですし、それどころが確かね、高校1年のあたりに折りたたみ式のガラパゴス携帯を使い始めたわけですし、僕自身はそんなに情報に疎いと言いますか、もう流行りの情報とかそういうものにあんま興味なかったんですよね。なのでそこら辺の流行り
に関わる情報というのは、割と疎いんですよ。興味ないと言ったら言い方は良くないかもしれないけれど、それを知ったところの別に生きていく上でそんな必要なことではないし、例えば他人の不倫例えば芸能人のその結婚しましたとか離婚しましたとか不倫しました的な感じのニュースあるじゃないですか。もうあれとか正直どうでもいいと思ってて、それを知ったところの、自分の生活に何らかの影響を及ぼすっていうわけじゃないですし、それよりももっと他に報道するべき情報ってたくさんあるよねって内心そんな風に思ったんですよ。違和感と言いますか、情報の取捨選択と言いますか、別に自分にとって、必要な情報とそうでないものはなるべく切り分けるようにしてるんですよ。だって一日の中に入ってくる情報量ってものすごい多いじゃないですか、今のこの現代社会において。江戸時代の人の1年分に相当するわけですし、平安時代の人たちの一生分に相当するその情報量が1日の中にでもたくさん入ってくるわけだから、そりゃ疲れるよね。そりゃ疲労がたまりますよ。どう考えても絶対無理があります。でこれね、街中を歩く時にたまに携帯の画面が見えてしまうことあるんですよ。その僕以外の他の人が携帯画面を開いて何を見てるのかなとか、一体何を調べてるのかなみたいな一瞬見えたりするんですよ。だって視界に入るわけですし、その人が iPhone その人が iPhone であったり Android のスマートフォンを使って、何か見ているその様子がもろ視界に映るわけですよ。でその時彼らが何を見ているかっていうと動画なんですよね。もうずっと動画を見てて YouTube だったり Instagram のリール動画であったり、あとは TikTok でしたっけ。僕一回も使ったことないんでわからないんですけれど、要はスマートフォンのその縦向きの画面、ショート動画って言えばいいんかな。そういうものをもう延々と見続けてる人って、何度か目にしたことがあって、やっぱそういう人すごい多いと思うんですよ。短い時間で、サクッと楽しみたいっていう人にはいいのかもしれないけれど、ただそういった動画を見れば見るほど何て言うんかな、時間がどんどん減っていくんですよ。もう一日の半分近くをスマートフォンに依存しているというか、そういうニュースも何度か見たことあるわけですよ。だからそれ見た時に思ったのが、ちょっとこれ依存しすぎじゃねえかなと思って。でその携帯のアプリにたくさんのそのアプリがもうぎっしり入っていたりとか、あとはそのアプリのその画面の右上のあたりに赤い数字が表示されてるじゃないですか。123とか、もしくは人によって99とか、本当にあまりにも多すぎるんじゃないかっていうぐらい通知機能がぎっしりと詰まっている。もうたくさんの通知が入ってきては、もうそういった情報に気を取られると言いますか、それによって集中力が阻害される、そういう危険性もあるわけですよ。僕それちょっと異常じゃないかなと思って、でそれがすごく煩わしいし、もう目にしたくないし、別に大した情報でもないのになんでそれをわざわざ知らせてくるのって、別にそれいらないんだけどっていうふうにね、何度かそう思ったこともあるんですよ。もうそれがすごく煩わしくて、で知らないうちにもう無意識のうちにどんどんストレスが重なっていって、でなんだかその心の中のモヤモヤって言えばいいのかな、なんだか不愉快な気分がどんどん蓄積されているような気がするんですよね。もう1個2個3個もうどんどん積み重なっていって、だんだんと気が重くなるというか、ちょっとね呼吸しにくいようなそんな不愉快さを覚えるんですよ。それがもうすごく煩わしいというか、もう必要ないし、できれば目にしたくないような情報に惑わされたくない、そういうものに振り回されたくないと思って、僕は SNS のアプリを消しました。アプリを消しただけですので、たまにその Twitter や Instagram であったり、そう YouTube とか、あとそれ以外の Google で何かを調べる時もそうだけれど、基本的には家に帰ってパソコンを開いて見るようにしてます。もう携帯では極力見ないようにしてますね。これについてはどんな風に使うかは人それぞれですし、どんな情報に触れて、どんなことがしたいかであったり、そこら辺の使用目的は人それぞれですので、どっちが良くてどっちが悪いかみたいなことは別に言うつもりはないですけれど、ただこれは僕個人の意見ですので、僕は
できる限りこういう外出先はそうやって外にいる間はなるべくスマートフォンの画面は見ないようにしています。その一環として SNS のアプリを消しましたっていうだけの話です。はい。おかげでだいぶすっきりしましたね。だって外でそんな必要以上に SNS におけるそのタイムラインだとか、その YouTube や ABEMATV とか、いろんな動画配信プラットフォームとか音楽を聴くやつもあるかもしれないけれど、別に外で見る必要はないし、そういうものに気を取られたくないんですよね。でそれよりももっと外の景色を眺めていたいし、スマホを眺めるよりも地球を眺める、もうこれがとても大切なんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますね。だって今の若い子たち、特に16歳以下の子でもスマートフォンを持っている人はたくさんいるわけですし、おそらくそういう小学生、その中学生ぐらいの子でも SNS ソーシャルメディアのアカウントを作ることだってできるわけですから、それはね、情報が増える一方、何かね、そう炎上狙いなものだったり過激なコンテンツに触れる機会が増えてしまうわけですし、でそれこそ最近流行りの何でしたっけ、あれなんとかバイト、闇バイトか、そう、あまりそういうのは見ないようにしてるんで、そういう闇バイトという類の刑事罰に触れるような恐れのあるものに加担してしまう、そういったものに、そういった情報に対して善悪の区別がつけられない、正常な判断ができなくなってしまったりとか、いずれにせよインターネットに依存しすぎたり、その SNS に依存しすぎたりすると、そういった考える力が失われていきますし、何が正しくて何が良くないかであったり、そういった善悪の区別や、あとは何か情報を選ぶ時であったり、何か自分の中で選択する際の意思決定であったり、要は判断力ですね。そういった意思決定や判断力というものが低下してしまう恐れがありますんで、過剰なまでにというか1日の半分近く、そう必要以上にスマートフォンを眺めるのもちょっとどうなんだろうなって思うんですよね。もうどこを見てもずっとみんなこうやって、もうスマホ首っていうんですかね、もうずっともう首がこう下に向いてて、もう画面にこうスマートフォンに支配されている、もうネット情報であったり、あとは SNS ソーシャルメディアによってこう脳が支配されているような、そんな感じにも見えますし、それがいいかどうかは僕は何とも言えないですし、どんなものを見るか、どんな情報に触れてどんなものを見ている時が幸せと感じるかについては、そこら辺は人それぞれですので、どっちが良くてどっちが悪いかなんていう風に言うつもりはないけれど、ただ僕はさっきも言ったように、もう画面上には、必要以上のアプリは入れないようにしています。それだけですね。ちょっと同じことを繰り返してしまったかもしれないんで、ちょっと聞きづらい部分があったかもしれませんが、そこら辺はご了承ください。というわけでね、こんな感じで、今日もすごくいい天気ですし、そうね、午前中はちょっと曇っていたけれど、この時間帯になってようやく空が青く、青空が見えてくるようになりましたんで、いやー、こりゃいいですね。めちゃめちゃいい天気ですよ。もう開放感があって最高ですね。てか1月なのにこうやって上着を脱いでるっていうのもありえないんですよね、これ。ダウンジャケットは今後ろに置いてあるんですよ。そのカメラの後ろのあたりに置いてまして、で歩いてくる途中だんだんとこう体温が増してきたというか、だんだんとねこう暖かくなってきたわけですし、ちょっと汗ばむような感じがしたんですよね。それで今こうしてダウンジャケットを脱いでるわけなんですけれども、いやー、ちょうどいいですね。1月にしては珍しく暖かい天気ですので、いやー、おかげですごく爽やかです。はい、というわけで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。うわ、眩しい。ちょっとさっきからすっげえ眩しくて
もう目開けられんかったな